仏教は今を楽しく生きる教えなんです。苦しみを離れて自分の心が楽しく生きられる。それが仏教なんです。お釈迦様のお弟子さん、お釈迦様のお弟子さんたちを見て、ある国の王様が、なぜあなたの弟子たちはとても生き生きしていて活力に満ちていて鹿のような心で生きているんですかっていう質問をしたぐらい、実はお釈迦様のお弟子さんたちは、そしてお釈迦様ご自身も非常にユーモアにあふれ、そして人を笑わかせるというよりもとてもユニークなユーモアにあふれた人であったということが経典を見ていると推察できるんですね。仏教というのはクソ真面目な教えではありません。人を楽しませる、何より自分自身が楽しく生きるという教えであるということをまず知ってもらいたいんです。でも一口に自分自身がいろいろなことを楽しむとか、あるいは人を喜ばせるというのは一見簡単なことのように見えて、これほど難しいことはありません。私たちは人を悲しませることは簡単にできます。でも人を本当の意味で喜ばせることはなかなかできないですね。自分が本当に楽しんで生きていくということは簡単なようでやっぱりできないんですよ。私たちは楽しいことありますけど、考えてみるとみんな外のものによって喜ばされている。例えば疲れた時にこってりのラーメン食べたら美味しいじゃないですか。ねえ、なんかインスタ映えするような華やかなソフトクリームとか何かね、お菓子とか食べたら、あるいはなんかブランド物のバッグとか、それとか高級の外車とか、家とか、新築の家とか、それは楽しいです。嬉しいです。でもこれ全部自分の外にあるものによって喜ばされている。だから自分自身の中で自分が楽しんで生きていくっていうことと喜ばされているというのは違うんですね。だから自らが生きることを楽しみ、そして人を喜ばせていく。一見簡単なようでこんな難しいことはありません。仏教は知恵の教えと言われます。何か下ネタを言って人を笑わかすのは子供だったら喜びますよ。ね、なんかね、うんちとかおしっこって言ったら子供たちがキャーって嬉しそうにしますよね。おならとか言ったら幼稚園児はもう大爆笑ですよ。ね、だけども大人になってうんちとかおしっことかおならとか言ってそれで人が喜んでる、そんなのただのとかね、なんか親父ギャグとか言われちゃってね、とかなんか変な人でしかないじゃないですか。そう。人を悲しませることは簡単だけども、人を喜ばせることは難しい。自分が誰かに何かに楽しませてもらうことは簡単だけども、自分が楽しんで何かをしていくというのは難しい。そこに知恵がいるんです。仏教は知恵の教えです。仏教は苦しみながら生きるということを離れて喜びに生きる教えです。でも自分が喜んで楽しんで人生を過ごしていく、生きていく、そして人を喜ばせながら生きていく。ここには知恵がいるんです。人を喜ばせることができる。これは知恵がないとできない。さて、仏教はそこを目指す教えなんですね。だから仏教は苦しみながら眉間にしわを寄せながら辛い思いしながら生きていくという教えでは全くありません。もしそのようなイメージを私たちお坊さんがつけてしまっているとしたら、お坊さん大いに反省すべきです。むしろ仏教というのは苦しみを離れて喜びに生きる。自分で楽しんで人生を生きていく。人に喜ばされるんではない。そして人を悲しませるんではなくて、人を喜ばせながら自分も楽しみながら生きていく。それが仏教の知恵です。だから仏教では何でしたっけ、さっきね、お笑いのツボとか言いましたけど、お笑いのツボ、これを抑えられたらそれは知恵ですね。人を喜ばせることができる。そして自分が喜んで生きる。それが
仏教です。ですから喜び、楽しみ、これを極めることができたら、それこそが心のマスターなんじゃないですかね。